こんにちは、ひとみです。今日は時間貸しでチャーターしてハワイのいろんなとこを巡ってくれるかわいいツアーさんのツアーに参加します。タッキーさんお願いします。はい、代表をさせてもらってる森と申します。今日はご参加ありがとうございます。最低6時間から予約できるんですか？そうですね。もうオフ島って結構回る場所が多いので、6時間やっぱりないとなかなか回りきれない場所が出てきちゃうので、6時間から頼んでいただければもう自由にどこでも回れます。今回はちょっと私が行きたかったところを何個かリストアップさせてもらって、時間ごとにツアーを組んでもらったので、ちょっといろいろ1日かけて巡りたいと思うので、その様子をお届けしていけたらなと思うので、よかったら最後まで見てください。よろしくお願いします。おすすめもいっぱいご案内したいと思います。ありがとうございます。ここのダイヤモンドヘッドが後ろに見えるこのベンチが、もうここはツアーして 90% ぐらい頼まれるそうなん王道なだ。場所なんかウェディング撮る人も多いって聞きました。はい、ウェディングフォトも多いし、フォトも多いし、すごく多いので、ひとみさんには来てもらいたかったので。やった。はい、ここ提案してくれた場所で。そうです。通り道なので行きましょうっていうことでね。ありがとうございます。到着しました。本日2カ所目は花馬湾です。めっちゃ色濃いもん。うわー、すごい、サンゴ礁みたいな。めっちゃ綺麗。サンゴ礁にたくさんの魚が集まってシュノーケルするには絶景。ここ絶対いいですね。そうです。ここで泳いでるのめっちゃ気持ちいいだろうな。見たかったんじゃないですか。これ10ドルで下も一応降りれるんですか？10ドルは展望台だけです。展望台用なんだ。またね、下で泳ぎたい人は別でいくらだったかな、15ドルか18ドルかなんか払って行きます。でしかも予約が取れないとそれは下は行けないです。なるほどなるほど。展望台は予約取れないです。もう一般の人は。ここはもう商業者用なんですね。はい。なるほど。今ね、花馬湾終わりましたけども、次から東からね、東海岸がすごい一望できる、ドライブしながら海が綺麗な場所にいます。楽しみ。わー、最高だ。前がね、ココヘッドっていう山になります。ココヘッド？はい。ダイヤモンドヘッドは235メーター、ココヘッドは500メーターちょっとあるんですけど。じゃあこっちの方がこっちが大きいです。到着。ここは映画パイレーツ・オブ・カリビアンでも撮影された場所です。船が活躍した場所です。で、人気です。こっちは無料で来れるハロナビーチコーブです。上から見てもめっちゃ綺麗。このさ、湾もめっちゃ綺麗なんだけど、向かい側のこの山も超綺麗。この岩場を降りていくんだ。めっちゃ岩だ。確かに舗装されてる感じじゃない。気をつけていかなきゃだ。すごい上手。ここがハロナビーチコーブなんですけど、運がいいとね、目の前にアザラシも出てきたり。今日アザラシいないか。すごーい。実はこの裏側に洞窟があって、ちょっと映えポイントがあるんですね。そこを結構みんな喜んでくれるんで行ってみましょう。お願いします。わあ、本当だ。洞窟がある。突き抜けて奥まで行けちゃうっていう。結構広そう。まあ奥行くとちょっと狭くなっちゃうんですけど。でもすごい。こんな形でね、兵所恐怖症じゃないですか。大丈夫ですよ。洞窟を抜けたら岩に囲まれました。広い。確かにここを抜けたら誰もいないから穴場なのかもしれない。こんな感じで知られざるスポットも教えてくれます。すごいね、いろんなところで降ろしてくれるね。これが車のいいところだよね。なんかすごい。知らないと通り過ぎちゃうね、これ。通り過ぎちゃうよ。やっぱツアーに頼むといいかもしれない。だってここで降りるんだって思ったもんね。めっちゃ鮮やかに映ってるんだけど。ここが映えポイントで、すごい。次に行くのは、ハワイで一番と言われているパンケーキ、マカデミアナッツソースがかかったパンケーキ。すごくね、美味しくて、もうここは、うちのツアーではもう、パンケーキって言ったらマカデミアナッツソース。ここでね、外で注文してから入る形になります。
カデミアナッツソースパンケーキが美味しいですから。チキンパンフレートハマーチーズオムレツ。ハッシュポテトがご飯かチャーハン。ハッシュポテトが結構美味しいですよ。ハッシュポテト、エブリシングハッシュポテト。オムレツもハワイ来て初めて食べます。もうね、ここは間違いないです。間違いない。うわ、チーズが。ね。とろけるチーズって本当に美味しいですから。知らなかったね、これね。調べられてなかったね。来れないもんな、ここまで。やっぱ現地の方のね、情報っていうのが一番ね、最先で頼りになるから。なんかこのツアーは本当に結構どこでも行けるんですよね。東西南北全部行けますので、もう本当に、車じゃないと行けない場所を頼まれるということで。自分たちで行きたかったところを伝えたらそれも連れてってくれるし、はい、ご飯おすすめ知りたいですって言ったら、逆に提案もしてくれるから。そうなんですよ。それも結構ありがたい。だってハワイ10年くらいいるんですもんね。私も20年か。20年だ。ハワイ20年の方がおすすめの穴場スポットとか教えてくれるから。そうなんですよ。全部ご案内させていただきますので、それがやっぱり喜んでいただけるポイントですかね。ただ住んでるだけじゃなくて、ガイド歴ももう15年ほどやってます。ガイド歴15年。はい。わあ。次はフリフリチキンに来ました。見て、もうあそこで丸鶏が回ってるよ。ハワイで作れる炭火で、これハワイ産のね、これがめちゃくちゃ美味しいんですよ。すごい。初めてじゃない？こんなの日本にないよね。ホールチキンで18ドル。あ、プレートなんですか？プレートとかあるんだ。ね、ハーブチキンも半身だと 9.5。フリフリチキンを買うと、机と椅子がなくて座れる場所がなくて困っちゃう人が多いんですけど、ガーリックシュリンプ1回ということで、バターガーリックシュリンプ、ここジェニーズシュリンプすごい人気で、エビがプリプリして美味しいですから、ここでなんか一品でも買うと、日本と違って、ここのお店は併用して食べることができます。で、ここでゆっくり食べましょう。人気はバターガーリックシュリンプですけど、いいですか、シュリンプで。はい、大丈夫です。これを1個買っていただいて。美味しそう。ここで食べれるんだね。ガーリックシュリンプとフリフリチキン2つは食べ方がございます。じゃあまずガーリックシュリンプからお伝えします。エビの殻はこのまま食べてもいいんですけど、殻はゴリゴリして美味しくないっていう人もいますから、一つ一つ剥いていただいた方が美味しくいただけるかもしれないです。剥くのが大変な方はフォークを使っていただいて、私1個見せしますから、外側の殻をこう開けますね。開けていただいて、で刺します。あとはここの後ろのエビの尻尾をくるって回します。ほら抜けますね。であとはここでもうあとはこうやって剥いてもらえば勝手に殻が抜けますから、すごい。手を汚さずに食べれるっていう形になります。ほら。裏技。結構ね知られてないんで、この食べ方がね。はい、これで出来上がりです。プリプリ。プリプリで出来上がりです。すごい、いただきます。はい。美味しい。めっちゃ美味しい。ご飯止まらないやつ。似てるガーリックが。プリプリ。めっちゃプリプリ。でご飯にガーリックソースがついてるから、ご飯とシュリンプと一緒に食べる。ガーリックご飯がめっちゃ美味しい。最高だね。香ばしい。香ばしい。いい匂いしてるもん。このタレもつけてみたい。本当だ。また違った味になる。何味だっけこれ？タレ。何ですかこれ？酢と多分醤油とあとなんかスペシャルなシーズニング、塩コショウ、なんかちょっとスパイシー系の。美味しい美味しい。はい。二度楽しめる。一切れこれだからね。でかくない？結構皆さん立ち寄るんですか？ツアーの人。リピーター多いです。特にリピーターさんが多いですし、新しく行きたいっていう新規のお客さんも多いんですけど、なかなか土曜日と日曜日しかやってないから。あ、そうなんだ。土曜と日曜しかやってないらしい。まあ日曜日になったので、すごいついてますね。これが平日だとなかなかやってないんで、晴れは。よくね、行ってほしいって言われるんですけど、パタゴニア
ハレーは限定のパタゴニアの水これね限定買いたいって言われます。なんかここでしか買えない。なんかデザインがあるんですか？そう、いいですか？ちょっと見なくて。いいんですか？いいですよ、ちょっとだけいいですよ。パタゴニア。どうせまだお腹いっぱいですよね。はい、ちょっと見ていただいて。お、はい。こうやって臨機応変に止まってくれます。そうですね。行きたい早って言われれば私行きます。すごい。ここでしょ、パタゴニア。これもハワイって書いてある。パタゴニアハワイ。で、後ろもハワイのデザインだ。ハワイの値段？ハワイのデザイン。デザインね。確かにファンあ、の人はだからこの辺限定なんじゃない？これもハワイデザインだし。この T シャツなんだ可愛いじゃん。このトートバッグもさ、ハワイのデザインなんじゃない？ハワイ限定デザインかわいいし、この辺の街並みもかわいい。平和な感じ。ほら、ここにいっぱいお店があります。ご飯屋さんもあるし、お店屋さんもあるし、こっちはパタゴニアの海系のグッズが揃ってるショップらしいです。でかっ。うわ、うまそう。次は来たかったハレイワボールです。アサイが美味しいっていう噂なのでめっちゃ楽しみ。おいしい。フルーツもいっぱい入ってて、一番シンプルなのを注文して、S サイズとラージサイズがあって2ドルくらい違うのか、サイズ違いで。これが S サイズですね。そう、これで S サイズ、絶対 S サイズでいい。すごーい、めっちゃ広大な感じ。今日ね、有名なモアナラーガーデン、この木なんの木行けなかったですけど、あれが結構見えます？斜め奥に見えるのがこの木なんの木に似てるって言われてますね。あ、似てる木なんだ。で、この裏側にウミガメちゃんが出てくる可能性が強いですから、ぜひね、行ってみましょう。会いたい。はい。会いたい。で、亀が見えたら注意点がありまして、3メーター離れなきゃいけない。3メーター近づいてしまうと、ハワイ州の法律で、罰せられてしまいます。はい。1万ドルだから150万円の罰金になっちゃう。やばー言われたら、ね、高すぎる。3メーター離れてください。はい。神様なので、亀はね、ハワイでね、亀に会うと幸せになれると言われてますから、会えるようにちょっと祈ってみましょう。はい。あれ、岩かな？石かな？どう？石です。あれですか？あれ石？あれは石ですね。あれは石かな？ちょっとウミガメはいなかったんですけど、めっちゃ綺麗なビーチ。プライベート感あって個人的に好きです。なんかあそこはハンモックで寝てる人とかいるの、めちゃくちゃ優雅です。ここでね、みんななんかもう一箇所ウミガメが出てくるビーチがありますから、そこ行きましょう。そこで見れるといいですね。可能性高いです。そっちもどっちかね、だいたいこの夕方の時間行くとね、出てくる可能性が高いので、はい、楽しみにしてください。楽しみです。はい。続いてですね、このハレイワリビーチから車で3分ぐらいの場所なんですけども、オハクラナイって言われる幸運の石、願いが叶う石とも言われているんですけども、そこに行きます。願いを言ってもらうと、願いを叶えてくれる。あ、これが噂のこれが噂のオハクラナイっていう神様の力が宿っていると言われている石です。私たちは天国には行ったことないですけど、天国に行くとそこのエネルギー、同じエネルギーがこの岩にも流れていると言われています。なんかリンゴ備えられてますよ。そうです。神様の岩ですから、霊だったりとか食べ物を備えている人もいます。この岩を一周すると願いが叶うらしいです。はい、でくるーって回ってください。はい。ちょっと絶景すぎるかも。
いてる。泳いでる泳いでる。どれどれどれ？真ん中の目の前、目の前甲羅出してますよね。すごい。で3匹くらいない？いや4匹。あー顔出した。最高だった。ちょっとずっといたいくらい綺麗な夕日。18時40分でこんな感じです。あー綺麗。最後の最後まで楽しかったです。よかったです。そのサンセットね、特に今日は雲もなくて、うんうんうん、太陽がちょうど落ちてきて赤い色がね、どんどん夕焼けが綺麗な状態になってね、いっぱい写真も撮れたので、いや本当大大大満足です。はい。今日は一日ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。なんかいっぱい参加していただいて本当に感謝しております。ありがとうございます。もう本当に臨機応変に対応してくれたし、オーダーメイドで東から南まで、はい、もう本当にどこもかしこも回ってくださって本当に楽しめました。夕日のおすすめスポットもめちゃめちゃ良かったです。嬉しいです。もうサンセットはね、本当にね、夕焼けが綺麗に見えて好評ですし、でやっぱり今日回った場所はひとみんさんがこうね行きたいっていう場所をベースにおすすめスポットも回らせていただいたんですけども、うちの会社では本当に好きな場所を自由にお客さんに選んでもらって回ることもできますし、おすすめ教えて分かんないよっていう方もこちらでアレンジして回らせていただきますので、よかったらね、ひとみんさんをきっかけにしていただいた方うちのツアー本当におすすめなので、はい、なんかハワイ回るときに足の手段がない人とか、初めてハワイ行くよみたいな人とかは本当におすすめだと思います。人柄もとても優しくって、一日中ストレスなくなんかリラックスして楽しくお話できたので、それもすごい楽しかったです。よかったです。本当に笑顔になってほしいっていうタッキーさんです。もうみんなが笑顔になってハワイ来てよかったなと、また来たいと思える会社にしたいって言って会社を作ったので、皆さんぜひね、じゃあ概要欄でかわいいハワイツアーの URL お願いします。貼っておくので、そこから予約をする人は申し込んでみてください。はい、ちょっと詳細とかも詳しく概要欄に載せさせていただくので、ぜひハワイに来る際はぜひぜひ利用してみてください。ぜひよろしくお願いします。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。バイバイ。